衆議院議員選挙の全体像、最新の統計2024年に行われた第50回衆院選のデータなどをベースに計算してみましょう。結論から言うと、国全体では約1000億円規模のお金が動くと推定されます。1000億円のうち、どこまでが税金なのかを整理すると以下のようになります。1、完全な税金約700億円。投票所の運営やポスター掲示板の設置など、国が直接払う分、国が支出する約700億円は、正確には選挙執行経費と呼ばれます。このお金は国から都道府県市区町村に委託金として配られ、私たちがスムーズに投票できるようにするためのインフラ整備に使われます。主な内訳は以下の4つのカテゴリーに分けられます。人件費全体の約半分、最も大きな割合を占めるのが人件費です。選挙には膨大な数の人が動員されます。投票所開票所のスタッフ、投票所の管理者や立会人、深夜まで作業する開票スタッフへの手当、役所職員の産業大選挙管理委員会の職員は、選挙期間中から投開票当日にかけて膨大な事務作業名簿チェック、入場券発送などを行います。投票開票所の設営と運営費、全国に約4万5000カ所設置される投票所を整えるための費用です。会場借料、学校の体育館や公民館などの使用料、設備代、記載代、投票用紙を各台、投票箱、用紙の係数記表を自動で数える機械のレンタルメンテ費、入場整理券、私たちの家に届くハガキの印刷代と膨大な数約1億枚の郵送費用、広報周知にかかる費用、選挙があることを知らせ、誰が立候補しているかを示すための費用です。ポスター掲示場、街中にある看板の設置撤去、全国に約30万カ所設置されるため、莫大な資材費と作業費がかかります。選挙広報、全世帯に配布される候補者のプロフィールが載った新聞のような冊子の印刷配布費用、啓発活動、選挙に行こうというポスターや CM、SNS 広告などの費用、公費負担選挙公営、前述した候補者の活動を国が肩代わりする分もここに含まれます。選挙カーポスター印刷ビラ作成、候補者が一定の票を取れば国から業者へ直接代金が支払われます。支出の内訳、市区町村の事務費約 80%、投票所の運営、人件費、ポスター掲示場の設置など現場の費用、都道府県の事務費約 10%、各市区町村への指導や全体の取りまとめ、選挙広報の印刷など公費負担分約 10%、候補者が使う選挙カーやポスター等の肩代わり費用。なぜこんなに高いの？日本の選挙は1日で全てを完結させることと紙の投票紙作業での集計を基本としているため、どうしても短期間に大量の場所と人が必要になり、コストが膨らむ構造になっています。こんなに税金を使うならもっと効率化ネット投票などできないの？といった議論もよく行われます。2、実質的な税金約30億円。候補者が使った費用のうち、国が肩代わりする公費負担分、実質的な税金と呼ばれる公費負担選挙公営制度は、お金持ちしか立候補できないのは不公平だという考えから生まれた制度です。候補者が自分で払うべき費用のうち、特定の項目を国が肩代わりします。ただし、何でも OK ではなく、上限や条件が厳しく決まっているのが特徴です。公費負担になる3つの柱。衆議院選挙省選挙区の場合、主に以下の費用が税金から支払われます。選挙カー代、車両レンタル、ガソリン代、運転手の手当約110万円、12日間合計。ポスター作成掲示板に貼るポスターの印刷代約100万円、掲示板数によるビラ作成、有権者に配るチラシの印刷代約58万円、7万枚まで。お金の流れ候補者には直接入らない。ここが重要なポイントですが、国から候補者の銀行口座にお金が振り込まれるわけではありません。候補者がポスター屋さんやレンタカー会社と契約する、業者がサービスを提供する。選挙後、国税金から業者へ直接代金が支払われる。この仕組みにより、候補者が嘘の領収書を作って税金を懐に入れるような不正を防いでいます。没収という厳しいルール。この実質的な税金によるサポートを受けるには最低限のルールがあります。得票数が一定のライン供託物没収点に届かなかった場合、公費負担は一切受けられません。衆院選小選挙区の没収点、有効投票総数の110、もしこれに1票でも足りなければ本来国が払ってくれるはずだったポスター代や選挙カー代、数百万円も全て候補者個人の自腹になります。なぜ実質的な税金と呼ぶのか。本来は候補者が自分の活動のために使うお金ですが、民主主義を維持するための必要経費として国民が負担しているからです。しかし、あまりに票が取れない人まで支援すると税金の無駄遣いになってしまうため、没収ルールで本気度を測っているわけです。結論、候補者1人につきいくら税金が使われる。衆院選の小選挙区でしっかり戦う候補者の場合、国費から直接出る運営費とは別に1人当たり約400万500万円程度が公費負担という形でサポートされている計算になります。3、個人の持ち出し寄付約300億円。候補者自身の貯金や支援者からの寄付、政党からの交付金、候補者が使うお金のうち、寄付や交付金などの持ち出し分がどう構成されているのか、そして税金がどう流れているのかを詳しく図解します。候補者の資金源の内訳、候補者が選挙で使う2000万から5000万円の財布の中身は大きく分けて以下の3つです。政党からの交付金、党本部や支部から公認料陣中見舞いとして届く税金、YES 原資は税金、寄付個人企業支援者や企業、
団体からの応援資金、税金、農民間マネー、自己資金候補者自身の貯金や親族からの借り入れ、税金、ノープライベート、政党交付金というもう一つの税金ルート。政党交付金は国民1人当たりに150円を出し合って作られている税金です。年間総額は約315億円に上ります。このお金は以下のような流れで候補者の元へ届きます。国、議席数や得票数に応じて各政党に税金を配る。政党本部、受け取った税金を党の運営や選挙資金としてプールする。候補者へ、選挙の際、党が認めた候補者公認候補に公認料や活動費として数百万円1000万円単位で配分する。つまり選挙カーなどの直接的な公費負担以外にも政党を介した税金が候補者の選挙運動を支えていることになります。なぜ寄付だけでは足りないのか。日本では汚職を防ぐために企業団体が政治家個人に直接寄付することが禁止されています。企業が応援したい場合政党に寄付するか、政治資金パーティーの券を買う。個人が応援したい場合年間150万円までの制限内で寄付する。このように個人が集められる民間マネーには限界があるため、多くの候補者にとって政党からの交付金税金と自分の貯金が生命線になります。まとめ選挙で使われる税金の2つの顔。私たちが払った税金は2つのルートで選挙に使われています。票のルート選挙公営、ポスター代や選挙カー代として国が業者に直接払う。裏のルート政党交付金。一度政党に入り、そこから公認料として候補者の活動費、人件費や事務所費に消えていく。結果として候補者が使うお金の多くは直接的間接的に税金が形を変えたものであると言えます。こうした仕組みを知ると、税金を使っている以上もっと安く済ませるべきだという意見や、2世議員のように最初から資金がある人が有利なのはおかしいという議論の理由が見えてきますね。4、落選すると罰金。興味深いポイントとして供託金の没収額約10億15億円程度は国庫に入ります。つまり一部の候補者が払ったお金は結果的に国の収入として選挙費用の足しにされています。落選した上に数百万を失う候補者にとっては悪夢のような話ですが、納税者の視点で見ると少し違った景色が見えてきます。没収されたお金の終着益、候補者が預けた供託金が没収点有効投票の 10% などに届かなかった場合、そのお金は国庫、つまり国の金庫に入ります。行き先、国の一般会計歳入に組み込まれます。使い道、特定の事業道路を作るなどに限定されることはありませんが、私たちが払っている所得税や消費税と同じ国の収入として扱われます。結果、社会福祉、教育、国防、あるいは次の選挙の運営費など回り回って私たちの生活を支える予算の一部になります。過去の没収額、直近の衆議院選挙2024年10月では多くの候補者が没収点に届かず巨額の資金が国庫に入りました。2024年衆院選の例、小選挙区だけで350人以上が没収点得票率 10% に届かなかったとみられています。300万円 ×350 人、約10億5000万円。過去の事例、2017年の衆院選では全候補者の供託金総額約33億円のうち約10億円約 30% が国庫に没収されました。自分の売名のために立候補したと言われるような当選の可能性が極めて低い候補者がいたとしても、その人が選挙をかき乱せばかき乱すほどその代償300万600万円は税金の補填として国に還元される仕組みになっているのです。不謹慎な言い方をあえてするならば、選挙は実施するだけで約700億円の税金が飛んでいく巨大な出費イベントです。しかし供託金没収というルールがあるおかげで以下のような税金の回収装置としての側面も持っています。冷やかし立候補への罰金。真剣でない立候補者が増えて選挙ポスター掲示板が無駄に長くなっても、その分彼らが払った300万円が国庫に入り、掲示板の設置費用税金を埋め合わせる形になります。富の再分配。多額の資産を持つ候補者が勢いで立候補し票を得られなければ、その資産は強制的に公債金国の借金を減らすための財源や公共サービスの資金へとスライドします。結論、学生者の涙は納税者の微笑みに。候補者が300万円を没収されて肩を落とすとき、その300万円は誰のものでもないお金から国民全員のものへと消化されます。選挙にはお金がかかりすぎるという不満はもっともですが、少なくともあまりに無謀な挑戦や売名行為についてはその分だけ彼らが自腹で日本の財政を助けてくれていると考えることができます。5、海外と比べてどうなのか。日本の選挙制度を世界と比べると、日本は候補者にとって世界一ハードルが高い国の一つと言えます。諸外国との決定的な違いは、立候補する際に預ける供託金の圧倒的な高さにあります。アメリカやドイツ、フランスといった多くの民主主義国家では、立候補するための供託金は無料か、あっても数万円から10万円程度です。イギリスでも約9万円ほどですが、日本の衆議院選挙は300万円から600万円という桁違いに高額な設定になっています。
この高額な供託金は売名目的の乱立を防ぐという目的がありますが、結果として若者や資金のない人が政治に挑戦しにくいという壁を生んでいます。一方で選挙にかかる費用を税金でサポートする範囲についても大きな差があります。日本は選挙運動のルールが世界一厳しいと言われるほど細かく決まっており、その代わりにポスター掲示板や選挙広報の配布などを国が手厚く公費で行います。これに対しアメリカなどの選挙では公的支援よりも個人や企業からの献金が活動のメインとなり、数千億円規模の民間マネーが動くという日本とは別の意味でお金のかかる構造になっています。また近年では多くの国がネット選挙を低コストな広報手段として活用していますが、日本はネットでの有料広告が制限されているなど、依然として紙のポスターや選挙カーといったコストのかかるアナログな手法に税金がつぎ込まれ続けている点も特徴的です。まとめると、日本は立候補する前の入場料が異常に高く、その後の活動ルールもガチガチに管理され、多額の税金でそれを支えているという世界でも珍しいガラパゴス的な進化を遂げた制度と言えるかもしれません。日本のように高額な供託金を貸し、厳格な公的管理を行う選挙制度を持つ国は世界的に見れば極めて稀です。その中でも比較的日本と似た仕組みや特徴を持つ国を挙げると以下のようになります。韓国。日本に最も近い制度を持っているのが韓国です。日本と同じように供託金の制度があり、候補者の乱立を防ぐ仕組みをとっています。かつては日本並みに高額でしたが、憲法裁判所で高すぎるという意見判決が出たことをきっかけに減額されました。それでも国会議員選挙の供託金は約170万円、1500万ウォン程度と、日本300万円に次いで世界的に高い水準にあります。また、政党に対して税金から政党交付金が配分される仕組みも日本と共通しています。イギリス。そもそも日本の供託金制度がお手本にしたのがイギリスです。今でも供託金の仕組み自体は残っていますが、金額に大きな差があります。イギリスの国政選挙の供託金は約9万円500ポンドと、日本に比べると非常に安価です。日本が導入当時の高いハードルを維持し続けたのに対し、イギリスは時代に合わせて誰でも出馬しやすい金額へと調整していったという背景があります。共通点のある国々シンガポール、オーストラリアなど、シンガポールも比較的高い供託金約140万円程度を設定しており、日本と同様に真剣な候補者のみに絞るという考え方が強い国です。オーストラリアは日本と同じように選挙費用を税金で払い戻す公費負担の仕組みが発達しています。ただしオーストラリアは投票に行かないと罰金が課される義務投票制をとっている点が日本と大きく異なります。まとめると、日本のように数百万円単位の供託金とガチガチの公費負担ルール管理の両方を極端なレベルで維持している国は他にありません。お隣の韓国が最も近い形をとっていますが、それでも日本の方が圧倒的に入場料供託金が高く、アナログな規制ポスターや選挙カーの制限などが強いという独自の状態にあります。6. 合理性。日本がこれほど高い供託金を維持し続けている理由は、日本の選挙制度が持つ独特の親心と厳しい現実の裏返しと言えます。なぜこの制度が変わらないのかを4つの側面から説明します。売名立候補による税金の無駄遣いを防ぐため、日本の選挙はこれまでお話しした通り、ポスター掲示板の設置から選挙広報の配布まで多額の税金がつぎ込まれる仕組みです。もし供託金が安ければ、当選を目的としない売名目的の立候補者が何百人も現れる可能性があります。そうなれば掲示板は巨大化し、印刷代や事務費も跳ね上がります。真面目に活動する気がない人に国民の貴重な税金を使わせるわけにはいかないという考え方が高い壁を作る最大の根拠になっています。裁判所が合理性を認めているため、これまで何度も供託金の高さは憲法が保障する立候補の自由に反するのではないかと裁判が起こされてきました。しかし日本の裁判所は一貫して候補者の乱立を防ぎ、選挙の混乱を避けるための合理的な制限であるとの判決を下しています。つまり法律の専門家の目から見ても、日本の選挙インフラを守るための必要悪として認められてしまっている状態です。既得権益を守る側面があるため、法律を作る国会議員にとって供託金が安くなってライバルが次々と現れることは、自分たちの議席を脅かすリスクになります。若者や新しい風を入れるべきだという建前とは裏腹に、現職の政治家たちにとっては資金力というハードルがある現状の方が選挙戦をコントロールしやすいという政治的な本音も透けて見えます。責任ある立候補を求める国民感情。日本社会には政治家になるなら相応の覚悟や準備資金も含めてがあって当然だという風潮も一部にあります。お金がないから立候補できないという訴えよりも、安易に立候補して選挙をかき回すべきではないという秩序を重んじる声が強いため、制度改正を求める大きな世論のうねりになりにくいのが現状です。日本の選挙制度は私たちが払った税金を効率よく正しく使うことを優先しすぎた結果、皮肉にも新しい人が入るための扉を重く閉ざしてしまっていると言えます。いかがでしたか？日本の選挙制度を今の形から変えるべきだと思いますか？それともこの厳しさが秩序を守っていると感じますか？この情報が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をぜひお願いいたします。